こんにちは、徳井です。ですね、今日は大阪に泊まってまして、一夜明けての、朝というか、もう昼12時なんですけど、今日も大阪で仕事なんですが、お腹減ったんで、ちょっとルームサービスでお昼ご飯を食べてから出かけようと思います。ルームサービスもいろいろあるんですけど、サンドイッチとかカレーパスタとかいろいろあるんですけど、ハンバーグステーキですね。やっぱホテルのハンバーグとかって美味しそうなイメージあるじゃないですか。なのでハンバーグステーキをルームサービスで頼もうと思います。すいません。ハンバーグステーキお願いしたいんですけど、これってなんかパンとかご飯とかついてるんですかね？じゃあライスで。以上です。じゃあ、洋風の方で。はい、お願いします。ちなみに大体何分ぐらいで？わかりました。はい、ありがとうございます。はい。注文完了しました。今、ソース、パンとライスついてて、で、ソースの方が、洋風の赤ワインマデラソースやったかなと、和風のおろしソースっていうことやったんで、洋風の方にいたしました。で、大体30分ぐらいかかるということなので、しばし待ちます。すみません、お待たせいたしました。カメラが失礼いたします。食事どちらで？この辺に置いてもらったら。かしこまりました。はい。食事終わりました。ルームサービスの方でご連絡いただければ、これ下げますので。はい、わかりました。では失礼いたします。ありがとうございます。さて、ハンバーグやってきました。いいですね、このホテルの感じね。うわ、美しい。この綺麗にこのまん丸にして付け合わせがじゃがいもとトマト、かぼちゃでブロッコリーと。綺麗ですね、形がね。いただきます。いただきます。ちょっといい匂い。大人っぽい赤ワインのいい匂いがします。じゃあこのソースをね、ちょっとかけますね。かけてください。いやー、テロテロテローンっていうソースがかかっていきましたね。本当にハンバーグ形きれいな。これ家でやるとなかなかこうはきれい。ナイフ入りました。溢れ出る肉汁、柔らか。うわー、うまそうですね。やだー、うまそう。やだ。ちょっとご飯の方もね、ちょっと塩をねかけますわ。これあんまり行儀よろしくない説ありますが、塩ご飯美味しいんですよね。欲望に負けました。うまい。このみんな大好きハンバーグなんですけど、これ実はハンバーグって和製英語らしいですね。欧米でハンバーグって言っても通じないんですって。でこれハンバーグね、ハンバーグの起源って何なのだっていう話なんですけどっていうか、勝手に僕はそう思ったんですけど、諸説あるらしいんですよ。諸説あるらしいんですけれども、このハンバーグっていう名前はですね、ドイツの都市のハンブルグで、食べられてたものだからハンバーグとなったということらしいんですけど、でもそもそも食べられてたハンブルグで食べられてたやつがなんかタルタルステーキが元になっているというなんか説があるらしくって、この18世紀あたりらしいんですけど、このドイツで生の肉をですね叩いてみじん切りのような状態にして焼いて、食べてたんですって。なんか叩いてバーって包丁かなんか叩いてみじん切りみたいな感じ、あれかな、なめろうみたいな、肉のなめろうみたいな感じにして、ほんで焼いて食べてたと。でですね、
しかもそもそもそういうふうに肉を叩いて食べてたのはどっから来たんだっていうと、これユーラシア大陸の騎馬民族でね、タタール人っていう人たちがいたんですけど、そのタタール人がなんか馬肉を食べる時にこう刃物でね、馬肉結構硬いんで刃物でバーって叩いて柔らかくしてひき肉状にして、肉食べてたんですって。いつもこんなことしてるわけじゃないんですけどね。たまの贅沢でちょっと。でホテルというものが割と好きで、特にここの帝国ホテルさんとかリッツ・カールトンとか、ああいうこうちゃんとした歴史のあるホテルっていうのはすごい好きなので、たまの贅沢でなんか地方の仕事の時にちょっといいとこ泊まったりとかはしています。こういうホテルのやつとかって付け合わせもちゃんと美味しいんですよね。うまい。ちゃんと作ってあるポテトとか、ちゃんと作ってあるかぼちゃとか、こういうとこやっぱホテルクオリティですよね。でそのタタール人っていう人たちは騎馬民族なので、もちろん馬に乗って長距離移動するんですよね。でその長距離移動して、最終的にその馬を食べるんですけれども、やっぱりもう移動してるからもう馬にその筋肉つきすぎていたと。で筋肉つきすぎてるからもう肉がすんごい硬いからもう食べられたもんじゃない、どうしようかっていうことでガンガン刃物で叩いて柔らかくして食べてたらしいんですよね。でそれが生肉を叩いてたらしいんですけど、その叩いてたやつを、ヨーロッパドイツに伝わってきたやつを焼いたと。でそれがこのハンブルグでなんか18世紀ぐらいに流行ってたんですって。でそれがハンバーグの始まりなんじゃないかというふうに言われてるらしいです。諸説ありです。でこのハンブルグっていう都市がですね、すごい工業都市なんですって、大きな。でハンブルグでやっぱり工業都市なんで工場で働く労働者の人が多くって、で比較的安いひき肉がよく食べられてたと。なのでこの当時のヨーロッパでひき肉を焼いた料理のことをこのハンブルグ風ステーキっていう風な呼ばれ方もしていたと。なんかその辺がいろいろミックスされてハンバーグっていう風になったんでしょうね。だからそもそもはユーラシア大陸の騎馬民族から来たんですね。ユーラシア大陸だからモンゴルとかあっちの方なんですかね。なんかタタール人なんですって。ほんでハンブルグ風ステーキっていうことでヨーロッパからですね、この移民によってアメリカに伝わりますね。で伝わってハンブルグステーキだみたいなことでバーってなんかうまいなみたいな感じで広まったんでしょうね。で広まりまして、で今度ハンバーガーというものが生まれるんですけど、これも一応諸説あると思うんですが、ハンバーガーを初めて考案したのがフレッチャー・デイビスっていう人物らしいんですよ。でこの分厚いパンの間に玉ねぎのスライスとハンバーグ、これを挟んでハンバーガーっつって販売を始めたんですって。でこのハンバーガーうまいうまいって人気になって、これ1904年にセントルイス世界博覧会っていうのがあったんですけど、そこに出店したんですって。でそれでハンバーガーというものが世界に広まったということなんですね。じゃあこの日本にハンバーグが入ってきたのはいつ頃なんだということになると、これ明治時代らしいんです。これも諸説あるとは思うんですが、明治時代にレストランで、この記録としてはレストランでジャーマンステーキとかミンチボールっていう名前でメニューに載ってたっていう記録があるらしくって、
でそっからだから1950年代以降に、日本で大人気メニューになったと。で家庭の味、皆さんの家庭で食べるようになったのはどうやら1960年代あたりじゃないかというふうに言われておるらしいです。多分当時の日本では牛肉ってすごく高かったと思うんで、もう牛のひき肉とあと豚肉で合いびきにしてちょっと値段お安くしてみんなで食べやすいような値段で、お手頃価格で食べれるっていうことで多分ハンバーグがバーッと広がったんじゃないですかね。多分日本人びっくりしたでしょうね。うんまーってなったんでしょうね。現代の私もこの日うんまーってなりました。ごちそうさまでした。